頑張って手に入れてもなぜか満たされない。そんな風に感じることはありませんか？私たちは人生を良くしたいと願い、様々な情報を集めて考えて努力します。そしてようやく目標を達成できたとしても、なぜか満たされない。もっともっとと求めてしまう。それはなぜか。答えは意外なところにあります。もっと良くしたい、失敗したくない、他の人より上に行きたいと考えた瞬間、今の状態の不足にフォーカスが当たる。思考が動くと、比較から焦り、競争から興奮、不安から緊張、こうした感情が生まれます。これらはすべて強い刺激を伴う状態。すると脳はこっちの方が重要だと判断する。結果、静かな満足より強い不足や不安の方に引っ張られる。良くしたいと願うほど思考を巡らせ、思考が加速するほどより強い不足や刺激に引き寄せられてしまいます。人と比べて焦る、負けたくないと燃える、認められたいともがく、足りないと苦しむ。これらはすべて強いストーリーと強い感情。脳にとってはとっても魅力的なご馳走です。本来穏やかな幸せは静かで目立ちません。それに対して感情が大きく揺れる方が生きている感じがする。だから私たちは何かを求めれば求めるほど思考が加速し、さらに強い刺激を求めてしまう。その結果、人生をより良くしたいと求めるほど満たされにくくなる。そんなループに入っていきます。でも本当は日常の中にある小さな幸せはすぐそこにあるのです。感じることさえできれば本来私たちは満たされるのです。でもなぜか感じられない。それは思考がノイズになっているからです。本来は便利なはずの思考がいつの間にか暴走し、まるで頭の中でずっと工事が続いているような状態になっている。その爆音にかき消されて、すぐそばにあるささやかな幸せが感じられないんです。だからこの音を鎮める必要があるのです。社会的成功の条件、地位や名誉、お金、これらはすべて相対評価の世界です。この世界では上には必ず上がいる。ゴールは動き続ける。満たされてもすぐ次が欲しくなる。つまりこれはクリアできないゲームなのに、クリアできそうな錯覚を与えてくる。だから抜け出せない。求めれば求めるほど手に入らず、より一層どうすれば成功するのかを模索し、思考を加速させています。自動思考の加速状態になると、人はなぜか自分の物語に酔う。報われない私、理解されない私、苦しんでいる私。表面では幸せになりたい、そう願っているのに、深いところではこのポジションを失いたくない。そんな力が働くことがあります。その物語の中には、特別でありたい、認められたい、守られたい、愛されたい。そうした願いが詰まっているからです。これらはすべて存在していいと感じたい欲求につながっています。そして思考はその欲求を満たすために物語を作り続ける。物語の中にいると自分が誰かがはっきりする。感情が強く動く。世界に意味が生まれる。つまり自分が存在している感じが強くなる。だから苦しければ苦しいほど思考が加速し、思考が加速するほどストーリーの中に閉じ込められてしまう。そんな構造があるのです。私たちの脳には刺激に慣れる性質があります。思考とは比較すること、
予測すること、評価すること、記憶を再生すること、つまり思考は刺激で動くシステムです。例えるなら、思考まみれの状態は都会の暮らし、騒音、ネオン、人混み、排気ガス、情報の洪水。一方で、意識を身体感覚に向けることは田舎の暮らしのようなもの。ちょっと想像してみてください。空気がとっても良くて自然に満ちていて、市街地はもちろん住宅さえもまばら。大自然の中の一軒家にスマホも PC もテレビもない状態で暮らすとしたら、人間関係の煩わしさもない、仕事の忙しさもない、人との比較もない。幸せなはずなのに、なぜか落ち着かない、つまらない。そしてガヤガヤしてて問題だらけの都会に戻りたくなる。それはなぜでしょう。静けさに慣れていないからです。夜が暗すぎる、音がなさすぎる、人がいなさすぎる。一見快適なはずなのになぜかそわそわする。それは情報が少ないとコントロールできないと脳が感じるからです。思考は常に未来を予測し安全を確保しようとする。だから情報が少ない状態は危険かもしれないと誤認される。ここで自動思考が一気に動き出します。だから意識を思考ではなく身体感覚に向けると、退屈や無意味感、空虚さ、物足りなさ、これらが現れます。これはまさに刺激立ちの離脱症状です。だから思考が騒ぎ出す。これは自然な神経の反応なんです。思考は不安や心配、自己憐憫、他人の評価。本当は苦しいはずなのになぜか戻りたくなる。それはコントロールしている感覚をくれるからです。考えていると何かしている気がする。でも実際には何も解決していない。それでも安心してしまう。これはネオンの光のような安心。本当の太陽ではないのに明るく見えてしまうのです。日常の中にある何気ない幸せは静かで微細で刺激が弱い。一方で思考まみれのアドレナリン的な状態は強烈でドラマチックで起伏が大きい。すると感覚の解像度が荒くなります。些細な幸せを受け取れなくなる。例えるなら爆音のライブ会場にいるような状態です。小さな鈴の音はもう聞こえない。思考は問題を解決する装置です。だから問題がなくなると出番がなくなる。すると新たな問題を探し始めます。解決してまた問題、解決してまた問題。終わりのないラットレースです。本当は問題から解放されたいのに、なくなるとつまらないと感じてしまう。だからまた新しい問題を作り出してしまうのです。でも、このつまらなさを抜けると、全く質の違う世界が開きます。派手さのない深い穏やかさ。何も起きていないのに満ち足りた感覚。地味で小さいけれど深い満足感を鮮明に感じられる。それは刺激ではなく充足で満たされる状態です。ではどうしたらこの満たされた状態になれるのでしょうか。それは神経が静けさに慣れていくこと。様々な刺激的な情報や思考ではなく、地味で何の意味や効果を感じにくい身体の感覚を感じていられる状態になること。ネドジュンさんはこうおっしゃってます。意識が切り替わる前は
とにかく人生を良くしたかった。どうすれば良くなるのかをいつも考えていました。でも、意識変容が起こった後の今は何にも考えていません。ただ、体の内側のぼわっとした温かさを感じる。それだけ。何かすごいメッセージや直感が降りてくるとか、ワンネス体験が起こるとか、そういうことではないんです。ただ、体の内側を感じているだけ。それだけ。派手さのない、地味だけど、穏やかな静けさです。ここにすべての答えがあると感じます。人生を良くしようと強く考えなくても、ただ感じているだけで自然とうまく回り始める。けれど私たちは何かをしなければいけない、もっと良くしなければならない、そう考える癖があります。すると思考がどんどん加速していく。一方で何もしないことは不安に感じる。だからまた考える。そしてまた思考が増えていく。必要なのは、ただ感じている状態に神経と脳を慣らしていくことです。刺激が少なく静かなこの状態は最初はとても頼りなく感じます。でも実は感覚や直感に任せた方が人生はスムーズに動き出す、そんな性質があります。だからこれは考えることから感じることへ重心を移しながら少しずつ直感や感覚への信頼を育てていくプロセス。未来を予測せずただ感じていることはただぼーっとしているだけに思えて最初はとても不安です。でも静けさに慣れて直感の確かさに信頼できるようになるとコントロールしなくても自然とうまくいく。そんな感覚がゆっくりと育っていきます。具体的な実践方法として、例えば日常の中でお風呂に入ったとき、お湯の温かさ、心地よさを感じる。ご飯を食べるとき、香りや見た目、味覚、しっかり味わっていただく。歩いているとき、足の裏の感覚や風の柔らかさを感じる。そしてちょっとした隙間時間についスマホを見てしまう衝動を抑えてみる。できるだけ刺激的な情報を脳に入れない。そんなことから始めてみます。最初のうちは退屈で不安でそわそわした感覚、むしろ思考が増えるように感じるかもしれません。でもそれは神経が静けさに慣れていく途中で起きるごく自然な反応です。やがてふとした瞬間に静けさが訪れるようになります。五感が少しずつ鮮明になっていきます。そして気づくと静けさが当たり前になり、思考は必要な時だけ現れるようになります。思考が静かになってくると直感に気づくようになってきます。直感は思考よりもはるかに多くの情報を含んでいる。だから理由は説明できないけど、なぜかすべてがうまくいく。そんなことが起き始めます。でも直感はとてもかすかで気づきにくいものです。たとえ感じたとしても、本当にこれでいいのかと信じきれないかもしれません。なぜなら思考は根拠を求めるからです。なので、小さな直感から試し、そしてうまくいったという体験を重ねていく。そうすることで少しずつ感覚と直感への信頼が育っていきます。感覚や直感への信頼が育つことにより、思考に頼る頻度が減っていきます。まとめると、静けさに慣れて、感覚と直感を信頼し、思考に頼らなくなったとき、私たちは全く別の世界に移行します。そこは刺激もドラマもないのに満ちている世界。何も起きていないのに満ち足りた
足りないが消えた世界です。それはまるで全てを手に入れた後にしか浮かばないような仏様のようなあの静かな表情の世界です。そして皮肉なことに、その状態になって初めて、かつて必死に追いかけていた地位や名誉やお金さえもなくていいものになり、結果として自然と手に入っていることすらある。求めていた時には手に入らず、手放した時になぜかやってくる。人生はそんな構造をしているのかもしれません。